ハラルではないものでも許される時があるのでしょうか。例えば、薬にゼラチンやアルコールが含まれている時、あるいは災害や遭難で他に食べるものがなく命に関わる時、イスラムはただ厳しく禁止するだけなのでしょうか。今日はイスラムにある必要性という考え方を優しく整理していきます。まず大切なのは、イスラムには食べ物や飲み物についての原則があるということです。例えば、豚肉や酔わせるものは基本的に避けるべきものとされています。これはただ人を縛るためのルールではありません。信仰、体、心、そして社会を守るための考え方として理解されています。でも、ここで大切なのは、イスラムのルールは単なる禁止リストではないということです。一方で、クルアーンには禁じられた食べ物について述べた後に、必要に迫られた場合の例外も示されています。つまり、イスラムは現実を無視しません。命や健康に関わるような状況では、人を守るための考え方があります。ただし、これは好きだから、便利だから、安いからという意味ではありません。本当に他に選択肢がなく、命や健康を守る必要がある場合の話です。例えば、とても極端な例ですが、災害や遭難で他に食べるものが全くない場合、そのままでは命に関わる。そして、その場に普段なら避けるべき食べ物しかない。このような状況では、命を守るために必要な範囲で食べることが許されるという考え方があります。ここで大切なのは、必要な範囲でということです。命を守るために最低限必要な分だけという考え方です。もう少し日常に近い例では薬があります。薬のカプセルにゼラチンが使われていたり、液体の薬にアルコールが含まれていることがあります。基本的には可能であれば代替手段を探すのが安心です。でも代わりのものがない。医師から必要だと言われている。治療を避けることで健康が悪化する。このような場合には必要性として考えられることがあります。ただし、自己判断で簡単に決めるのではなく、医師、薬剤師、そして信頼できる学者やモスクに相談することが大切です。イスラムには守るべき原則があります。でも同時に、人の命や健康を守るための優しさと現実性もあります。禁止だけを見ると厳しく感じるかもしれません。でも、その奥には人を守るための考え方があります。知ることで見え方は少しずつ変わってきます。